こんにちは、サムゲタンです。今回は8月15日にコントローラー対応の開始した Once Human、ちょっと ROG 来で触ってみてどんな感じか記録をしようと思います。はい、まずはちょっと普通にこうに今走ってるのかとか見てもらってごく普通に動いています。まずはコントローラー操作の感じと ROG 来でプレイした時のスペック的なところ、ここ一応左に FPS とかも出したんだけど、今40台ぐらいです。ちょっとここも後で触れるので、とりあえずは普通にプレイできます。で、操作に関しては普通に左のスティックで、移動、押し込みで、ダッシュ。はい。で、あとは A でジャンプでしょと B でロール。また Y で近接攻撃。X で何かの採集とか調べたりとか、剥ぎ取りとかになっています。お、ちょうどいた。こいつぶったらいいとこ。で、あとは、今ここは X で回収。ここちょっと敵強いやつらがいるんだ。大丈夫かな。全く不慣れなコントローラーで。こっち LT ね。LT で ADS 状態にし、RT で普通に射撃。ちょっと長押しで。弓かと思ったら弓じゃなかった、今。とりあえずこんな感じで撃てます。で、あとは十字キーの上とかで武器の切り替えかな。この遠距離武器。水分がゼロになっている。待て。そう、こんな感じで、あといろんな操作、なんだかんだある程度、やべえ、死んじゃった。諦める B か。B 長押しなのでちょっと諦めます。ちょっと細々したところ、こんな感じでできますみたいなとこは一応ざっくりしそうとは思うけど、先にちょうど今死んでしまってちょうどいいので、問題点に触れようと思います。今、マイホームとか拠点の位置を指したんだけど、ここに何も存在していないっていう、なんかしょぼいけど一応広めの家は作ってありました。けどないんだよね。で、ここで、今回、このコントラ対応で問題としている点、建築がうまくできなそうみたいな。ちょっとこれ画面開いてみます。見づらいかな。ここのところに LB プラス左って出てます。これちょっと押してみます。LB プラス十字キーの左。はい、そうすると、こんな感じになって、なんかおかしいじゃん。これどういうことかっていうと、拠点移動の状態になってます。家をもう持ち歩いてる状態なんだね、いきなり。しょっぱな。A ボタン。X。移転これで確定だ。じゃあちょっとやってみます。見えないぞ。これはあれか。単純にラウか。じゃあこれでいいのかな。そしたら建築メニュー出た。そういうことか。わかったぞ。ちょっとごめんなさい。話前後してしまって。多分一番最初に押した時になんかボタンを押しちゃったんだね。で、いきなり両地移転に個人的に切り替えてしまったんだ。で、両地移転になったイコールもう家を持ち歩いているような状態だから、ここからは家が消えちゃったってことかもね。今見てみると、左下のところ、ちゃんと建築メニュー出ているので、建設メニューを開く。ここのボタンを押す。そうすると、ここにパーツ出てくるみたいです。そうなんだ。じゃあできそうです。じゃあ問題ないかな。じゃあ一通り操作できるかもしれないです。細かいところ見たら、なんかこれできないじゃんみたいなことあるかもしれないけど、例えば、右下のスロットのところのアイテム使うときは十字キー。はい。これで選択項目変わっているので、で、下を押すと仕様だと思います。今、なんだっけ、理性のやつのグミ使っています。下を押して。はい、今これで飲んでました。はい、みたいな感じと、あとは、なんかね、最初一瞬困ったのが、バイクどうやって飲んだろうと思ったんだけど、これまず、この LB 長押しによって、このホイールメニューが出ます。で、ホイールメニューから、デビエーションの攻撃とか出したりとか、そういうやつ。で、さらにちっちゃいんだけど、これのホイールメニューの下のところに YBA って書いてあって、A やるとエモート。はい。B するとピン。で、Y を押すと機能関連ここに出てきます。結構階層を潜らないといけないのでやりづらいかもしれないけど、で、この中にいろいろある中で乗り物、ここにあるので、右に押したまんま左の LB 離すと、回転しちゃったけど、はい。バイク一応奥画面になってるんで。で、これが設置何でやるんだろうって悩んだんだよな。これも。X かな。できた。X で確定。で、これで普通に運転とか燃料を追加するとかもメニューが出ているので、これもできるっぽいです。なんかね、一番最初に悩んだのはさっきの建築モードがなんかおかしな、いきなり両地点になっちゃって。と、もう一個はこのバイクでやって飲んだので最初悩んだんだよな。で、これで問題なさそうなので、
はい。で、あとはもっと根本的な基本的なところとして、メニュー画面とかは、もう ROG 来で言うと、ここの左上の、ここのボタンを押すと、マップの方の画面になります。で、普通に LB と RB を押すと、クエストとか旅とか製造マニュアルとか画面がこう切り替わっていくので、タブが。で、あとは、こういうふうにタスクとかなんか選択しようっていう時に、この十字キーは効かないです。これが ROG 来依存のことなのか、他の通常のコントローラーでも同じことなのかっていうのはちょっとわかんないんだけど。なので、これカーソルモードになっているので、ちょっとここは操作しづらいかな。カーソル合わせて、その位置で A ボタンを押すと、こう、切り替わるので。はい。で、あとは、右上のこっちのボタンを押すと、こういうメニュー出ます。今、FPS の数値で隠れてしまっていて見えないけど、マイバックだとか、設定画面とか、このあたりがいじれるようになってます。これもカーソルモードで移動しなきゃいけないので、ちょっとやりづらい。はい。でこっちも同じようにタブは、この LB、RB でこう切り替えはできるので。あとはまあこういうアイテムも、そうだね。こうやってカーソルで選ばなきゃいけないから、一応吸い付いてくれる感じ、吸着する感じはあるので、めちゃくちゃ合わせづらいことはないけど、でもまあ急いで使おうとかって時には結構大変な気はします。あれなんか攻撃されてる？イノシシに攻撃されてるような気がするな。ちょっと離れよう。はい、一応こんな感じかと思います。で、ツイートをした時には、フル HD で画質設定を最低にした状態で、ちょっと待ってください。FPS50 台ぐらいっていう風に書いたんだけど、今見てると、今回見てると40代ぐらいの印象です。これ撮りたかったのに。ちょっとせっかくだから戦っておくか。なんかね、不慣れすぎて、コントローラー自体をあんまりゲームで使わないからってのもあって、また死んじゃった。マジ。食べ物ができて、ちょっと回収しておこう。回収、こういう回収画面もカーソルなんだ。ちょっとこれはちょっとだるいな。正直なところ。まあでもコントローラーでできるかできないかって大きな差なので、個人的には、これ横になりながらベッドとかでもできるし、もう一個ちょっとポイントになること。全く別物で、この AR グラス X Real Air 2持っているので、これをここのタイプ C につないでプレイすると、サングラス側がモニターの役割を果たして目の前に大画面が広がります。で、これをもうコントローラーとして操作ができるので、つまりこれどういうことかっていうと、寝ながら仰向けのまんまワンスヒューマンができちゃうっていう状態になります。これがもう個人的にはめっちゃ理想の形なので、まだ試せてはないんだけど、ワンスヒューマンに関しては。これもちょっと機会あれば紹介しようと思います。もし興味ある人いれば、コメントとか残してもらえたら早めに紹介するとか、なんかわかるところで回答はできるので。はい、一応、ちょっと話飛んじゃったかな。画質設定を最低にした状態で FPS は40台。今見ると55とかなってるんだけど、見えないか。今40台か。40台かな、じゃあ、の印象です。で、今回、本当はゲームの画面って別で、表示しようと思ったんだけど、スペック的に厳しく、録画と同時にっていうのが、このワンスヒューマンだとちょっと厳しそうだったので、控えています。今全画面にしてあって、解像度ってフル HD なんだけど、これ最低まですると、FPS は60は全然出ていました。ちょっと待ってください。で、見た目もそんな、変化はしてるんだけど、そんなに気にならないので、これで快適に動くんだったらこっちの方がいいかなっていう。でも草とかめっちゃ荒くなってるか。どうだろう、気にしてなかったけど。はい。でもそんなに気にすることなくプレイできます。だからこれをさっきの AR グラスに移した時にどう感じるかっていうのはまだ試してないのでわからないけど、ここに普通にこの画面、顔の距離からで考えるとそんなに影響なく、むしろスムーズにプレイできるんだったらこれでいいかなぐらいの感じは受けます。荒いは荒いか。草とかも荒いな。でもその代わり FPS は60、張り付きって感じなので、これ上限設定ってしてないと思うんだけど、なんで60なんだね。もっと上に来そうな気もするけどな。ROG AI 側にもそこら辺の上限設定とかあるんだけど、そっちは FPS 上限設定90とかにしちゃうので、はい、こんな感じです。で、あとは ROG AI 側一応軽く入れておくと、バッテリーのこの、駆動モードというか、オペレーティングモードっていうのは 30W ターボになってます。これ、充電しながらじゃないと 30W には多分ならないので、その方が当然、数値が高い方がパワーは出る、イコールスムーズにプレイもできるってことになると思うので、充電
このケーブル抜いちゃうと 25W じゃないかと思います。で、これ何のゲームでも大体共通するのかもしれないけど、このモード、数値下げちゃうと 15W とか 10W とか、そうすると、ね、音がもうプツ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 、ずーっとひたすらプツプツになっちゃったりとかあるので、できれば電源確保した上でやるのがいいんじゃないかなと思います。何せこの 30W モードで、さっきのフル HD の設定だと FPS40 台、50いくかいかないかぐらい。で、今、もう解像度1280×720 に落としたところ、FPS は普通に60で安定して、プレイはできている感じになります。で、あとは、触れないものとして、この左下今チャット出てるんだけど、ここにアクセスの仕方はちょっとわからないです。なんか要はキーボードとかで言うと、この F1 とか F5 に該当するところだと思うので、チャットの設定をいじりたいんだけど、ここを表示したくないなと思って。けどいじろうとしたけどできなくて、ちょっとわからない感じです。普通の設定メニューからできるものなのかちょっとわからないんだけど。で、ここの絡みで、ここね、タップも当然 ROG なので効くので、なんだろうな。場所によっては、ダメか。タップだともう地面を触っちゃう。めっちゃ黒くなってる。じゃあダメだね。普通にコントローラーでやるしかないか。要はさっきのここら辺にさ、アイコンあるから、それタップしたら、そのチャットの設定とか出るかなと思ったけど、これ反応しなくてやっぱこう、打っちゃう感じになっちゃったので、じゃあタップはどこも判定としては効かないってことなのかもしれないです。コントローラー優先ってことかもしれないです。一応、こんな感じで、今回問題視していた建築モードに関しても、こちら側のミスだったのかなんだかわかんないけど、とりあえずできたので、はい。一通り最低限はプレイできるんじゃないかなと思います。はい。で、こんな感じで、ワンスユーマンに関しては全然進めていないんだけど、週末な日々、週末暮らしみたいな感じで動画上げたりしてます。週末 Vlog とかとして。まだあんま上げられてないんだけど。で、あとは、今回の ROG 来使って、なんかいろんなゲーム試してみたりとか、その他ガジェット関連とか、ゲーミング関連とか、出たりしているので、興味ある方はよかったら、チャンネル登録、そして何か参考になったら、ぜひ高評価の方もお願いします。はい。ということで、今回は以上となります。お疲れ様でした。